はい、皆さんこんにちは。今回はヒースキットの5バンドトランシーバー SB100 に触れてみたいと思います。販売なんですが SB100 が確か1965年の秋過ぎで SB101 が1966年に入ってからだったのではないでしょうか。その前のシリーズは1963年頃から 3.8 から 4MHz の HW12、7から 7.3MHz の HW22、それと 14.2 から 14.35MHz の HW32 といったシリーズがヒースキット社から出ていました。海外でのアマチュア無線における SSB 化は1957年の春にコリンズ社の KWM1 の登場から非常な勢いで進んでいき、1963年以降はですね、海外各社が SSB トランシーバーの時代に乗り遅れまいと、それぞれ特徴のあるセットをほぼ同じような高いレベルで売り出しています。この時代に言いますとですね、同じようにオールバンダー化も目立ってきます。今回取り上げているヒースキット社の SB100 も例外ではなくてですね、SSB-CW5 バンドトランシーバーとしては HF オールバンド機と言えるのではないでしょうか。SB100 は真空管式で送信出力は 100W でありました。回路構成は中心周波数 3.395MHz でハイレフのクリスタルフィルターを使用し 5MHz 帯の VFO と推奨発信による2回の変換により必要な周波数を得ています。受信部は高1中2のダブルスーパーとなっています。音声出力はですね 6GW8 という真空管が使われており2W の出力をですね得ています。パネルレイアウトはですね、左右のバランスの取れた設計になっています。周波数表記を当時の表記でいきますと、上部の窓は50キロサイクルごとで、その下には1回転100キロサイクルのダイヤルが回るようになっており、直読できる仕組みになっています。このダイヤルとダイヤルのつまみとは4対1のフリクション機構となっており、1回転25キロサイクルと操作性を向上させています。バックラッシュはそれほど問題なかったようです。読み取り誤差は200サイクル毎セコンド以内と紹介されています。大きさは38センチ ×17 センチ ×34 センチと、普通の大きさなんですが、重量がですね 8kg もあるので、そこそこ重かったのではないでしょうか。送信はですねどうなっているのかと言いますと、マイクロフォンからの音声信号は6EA8 の5極間部で増幅されて3極間部に送られます。ここはカソードフォロワーになっており、次段のゲルマニウムダイオード4個でリンク変調されます。このままではインピーダンスが低いので 6AU6 でグリッド増幅してクリスタルフィルターとマッチングを合わせてます。この段には ALC 電圧が加わっており、 CW 土器はですねバイアスを変化してドライブレベルも合わせられるようになっています。サイドバンドフィルターは対象特性の6枚構成で、ここで単速波帯を得ています。フィルターを通って SSB になった信号は 6AU6 の IF 増幅を通ってミキサーへ送られますが、
ここで送信時は ALC、受信時は AVC 電圧を加えています。ALC メーター、S メーターもここで動作させています。VFO についてはですね、ヒースキットでは LMO と紹介されています。当時の 5MHz から 5.5MHz の VFO ですね。LMO はクリスタルとも切り替えて使えるようになっています。第1ミキサーが 6EA8 で、第2ミキサーがですね 6CB6 になっており、第2ミキサーにつながる 12AU7 の半走波発信回路でバンドの切り替えを行っています。推奨周波数は発射する周波数プラス 8895kHz となっており、20kHz 以下は基本波用で、それ以上はですね3倍オーバートーンを使用しています。第2ミクサーで目的の周波数となった信号は 6CL6 で電圧増幅されます。 3.5MHz の時は受信時アンテナコイルと共用になっていますが、他のバンドはバンドごとのコイルが並列に切り替わり、 L が小さくなり、バリコンも容量が小さくなります。集団は6146パラで、一般的 AB1 級増幅で 100W を得ています。なお SB100 ではヒースキット独自のトリップ ALC という回路が使われ、オーバーロードを防いでいます。受信方式はですね、最初に述べたダブルスーパー方式で、共有部分を除くと 6BN6 を使ったプロダクト鍵盤になっているのと、 6BN8 で AVC 回路を組んで信号の歪みに対処しています。他には 12-187 を使ったマーカー発信機があり、ダイヤルの構成ができるのと、 CW 運用時のモニター用としてトーン発信回路があり、また VXO 動作時のですねセミブレイクインとして、用いられています。以上がですね、自分なりにまとめてみた SB100 の内容になります。当時は完全なキットとして人気があったのは確かですよね。その理由はやはり作りやすさと言えます。できるだけプリント基板を使ってハーネスワイヤーで組めるように工夫してあり、部品数がですね多くても部分別にコツコツと作っていけるようになっており、最終的には簡単な調整で使用書通りの性能が得られるということで、最近はこういった一から本格的な HF トランシーバーを作るキットとかは難しいかもしれませんが、最近のユニットボードで組み上げる自作パソコンみたいな拡張型アマチュアバンドトランシーバーみたいなのをですねメーカーさんが出してくれると面白いかもしれませんね。拡張に合わせて申請もすぐできる仕組み作りもですね必要になるとは思いますが、はい、そういうことで今回はこの辺で。いつもご覧いただきありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。Have a nice day。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。